年、茨城県で長年引きこもり状態にあった息子が両親を次々と殺害したのだ。そして一審では無罪という衝撃の判決が下されたのだ。一審で無罪が出た家族間殺人事件よね。でも控訴審で有罪が確定したという異例の経緯をたどった事件なのね。どうもずんだもんなのだ。どうも四国メタンよ。この事件では息子は逮捕後も長らく無罪を主張し続け、証拠隠滅の疑いまで浮かび上がったのだ。証拠隠滅まで絡んでいたの？それは相当複雑な事件で。引きこもりという家庭内の深刻な問題が長年放置され続けた末に最悪の結末を迎えた事件なのだ。家族だからこそ外には見えにくかった。その歪みが爆発してしまったのね。一審無罪から控訴審有罪へと判断が逆転した経緯には証拠をめぐる攻防が深く関わっているのだ。裁判の中でそこまで大きな逆転が起きたということは、それだけ証拠の扱いが重要だったということよね。後半では僕止めたんで、なぜ一審で無罪が出たのか、そして証拠隠滅はどのように行われたのかについて深く考えていくのだ。この事件は問いかける家族の限界と司法の判断について私たちなりに掘り下げていくわよ。引きこもりをめぐる家族の苦悩とそれが引き起こした悲劇の全貌をしっかり伝えていくのだ。被害者である両親のことも決して忘れずに見ていきたいわ。事件の背景にある社会的な問題にも目を向けながら丁寧に解説していくのだ。最後まで見ればこの事件の本質がきっと見えてくるはずよ。それでは早速事件の詳細に迫っていくのだ。楽しんでほしいわ。まず衝撃的な事実を先にお伝えするのだ。この事件では一審の裁判所が無罪という判決を下したのだ。両親を殺しておいて無罪なの？それはどういうことかしら。そしてその判決の背後には長年にわたって崩壊し続けた家族関係があったのだ。その日を境に家族の中で何かが少しずつ壊れ始めたのだ。一体どこから壊れていったのかちゃんと聞かせてほしいわ。まず加害者の男性についてなのだが、彼は茨城県内の農村部に生まれ、ごく普通の家庭で育ったと伝えられているのだ。普通の家庭だったのね。どこで歯車が狂ったのかしら。男性は10代後半から対人関係に強い不安を抱えるようになり、高校を卒業した後に就職したものの職場の人間関係に馴染めずに退職したのだ。就職してすぐに職場に馴染めなかったのね。それ自体はよくある話にも聞こえるわ。ただ問題はその後なのだ。退職した男性は実家に戻り、そのまま外に出られなくなっていったのだ。これがいわゆる引きこもり状態の始まりだったのだ。引きこもりがそのまま長期化していったということ？そうなのだ。男性が引きこもり始めたのは1990年代の初め頃と伝えられており、事件が起きた2004年までにすでに10年以上が経過していたのだ。10年以上引きこもっていたということ。その間家族は何をしていたのかしら。父親と母親は当初息子の状態を何とか改善しようと働きかけていたと語られているのだ。病院への受診を勧めたり就労を促したりしていたそうなのだ。最初は親として当然の対応をしていたのね。しかし息子は外出すら拒否するようになり、部屋に閉じこもったまま両親と会話もほとんどしなくなっていったのだ。近隣住民の証言によると、家の雰囲気は年々暗くなっていったそうなのだ。家の外から見ていた人たちも異変には気づいていたのね。ところが当時の日本では引きこもりを家庭内の問題として捉える風潮が強く、行政機関も積極的に介入する手段を持っていなかったのだ。家庭の問題として放置されていたということ、それは社会全体の失敗でもあるわよね。男性の状態は年々悪化していったのだ。やがて部屋の中での言動が荒れ始め、物を壊したり両親に向かって怒鳴ったりすることが増えていったと伝えられているのだ。両親への暴力的な言動が始まっていたのね。父親はそれでも息子を見捨てることなく家に置き続けていたのだ。地元の福祉窓口に相談したこともあったそうだが、具体的な支援にはつながらなかったと報じられているのだ。相談しても支援につながらなかった。当時の社会の限界がそこに出ているわよね。母親もまた息子との関係に深く疲弊していたのだ。近所の女性の証言によると、母親はもうどうしたらいいかわからないと打ち明けることがあったそうなのだ。母親もギリギリのところで生きていたのね。どれほど孤独だったかと思うと胸が締め付けられるわ。2000年代に入ると息子の状態はさらに深刻になっていったのだ。昼夜逆転した生活を送り、両親と顔を合わせることすら拒むようになっていたのだ。10年以上かけて家族関係が完全に壊れていったということね。息子は自分の将来に対する見通しを完全に失っており、外の世界への接点がゼロになっていたと伝えられているのだ。インターネットも友人もなく、家族だけが唯一の世界だったのだ。外との接点は家族だけ。その家族との関係が壊れていたとしたら、どれほど追い詰められていたか想像するのも怖いわ。やがて息子は両親に対して強い敵意を抱くようになっていったのだ。自分を理解してくれないという怒りが長年の鬱屈とともに膨らみ続けていたのだと伝えられているのだ。怒りの矛先が唯一のつながりである両親に向いてしまったのね。事件の数週間前から家の中で息子が激しく怒鳴る声が聞こえるようになっていたと
近隣の住民は語っているのだ。事件の前からすでに警戒すべきサインが出ていたということ？そうなのだ。しかし当時は誰も警察や行政に通報することなく、そのまま時間が過ぎていったのだ。家庭内のことだからと周囲も踏み込めなかったそうなのだ。誰も介入できなかった。その隙間に悲劇が生まれてしまったわよね。息子の内面ではこの頃、両親への怒りと絶望が臨界点に近づいていたのだと考えられているのだ。長年の引きこもり生活が彼の認知を歪め、出口のない思考にとらわれていたのだと伝えられているのだ。本来なら専門家の支援が必要な状態だったのに、誰にも届かなかったのね。そしてある日、家の中でついに取り返しのつかない出来事が起きることになるのだ。この後、事態は急転するのだ。いよいよ事件当日に近づいてきたわね。2004年の秋、茨城県の農村部にある平屋建ての実家で、その日は朝から両親と息子の間に緊張が漂っていたのだ。家の中は薄暗く、外からは田んぼの風が吹き込んでいたそうなのだ。午後に入ると、息子と父親の間で言い争いが起きたのだ。積もり積もった怒りがその言葉によって一気に爆発したのだと伝えられているのだ。息子は居間にあった鈍器を手に取り、父親に向かって振り下ろしたのだ。鈍い音が静かな家の中に響き、父親はその場に崩れ落ちたのだ。母親が悲鳴を上げながら止めに入ろうとしたが、息子はそのまま母親にも凶器を向けたのだ。母親は家の中を逃げようとしたが、狭い廊下の先で追い詰められたのだ。外から見ると何も変わらない農村の静かな午後だったのだ。しかしその家の中では、2人の人間が命を奪われようとしていたのだ。息子は最初の攻撃を加えてからも止まることなく、凶器を繰り返し振るい続けたのだ。司法解剖の結果、両親にはそれぞれ複数箇所に鈍器による傷が確認されたのだと報じられているのだ。やがて家の中は静寂に包まれたのだ。動かなくなった両親を前に、息子はしばらくその場に立ち尽くしていたのだと伝えられているのだ。言葉を失うわ。そしてここから、この事件をさらに衝撃的なものにする、証拠隠滅の行動が始まるのだ。犯行の後に証拠を隠そうとしたということ？そうなのだ。息子は両親の遺体をそのまま放置せず、発見を遅らせようとする行動をとったのだ。遺体の状態を整えたり、家の中の痕跡を消そうとした形跡があったのだと報じられているのだ。自分がやったことを隠そうとしていたのね。それは計画性の証拠にもなるわよね。まさにそうなのだ。この証拠隠滅の行動が後の裁判で大きな争点の一つになっていくのだ。息子は数日間にわたってその場に泊まり続けたのだと伝えられているのだ。両親の遺体のそばで何日も過ごしていたということ。どういう精神状態だったのかしら。異変に気づいたのはしばらく後に様子を見に来た近隣住民だったのだ。人の気配はあるのに両親の姿が見えないことを不審に思い、通報したのだと伝えられているのだ。近所の人の通報で発覚したのね。警察が駆けつけると、家の中から息子が発見されたのだ。両親はすでに死亡しており、息子は抵抗することなく身柄を確保されたのだと報じられているのだ。抵抗もせず捕まったのね。ある意味もう逃げる気もなかったのかしら。それでは次に犠牲となった両親についてお話しするのだ。父親は当時60代後半で、地域の農業に携わりながら家族を支え続けた実直な人物だったと伝えられているのだ。普通の働き者のお父さんだったのね。母親も同じく60代で、家事を一手に引き受けながら長年引きこもり状態の息子の世話をし続けてきたと近隣住民は語っているのだ。献身的な女性だったと伝えられているのだ。息子のために何年も何年も尽くしてきたのね。それなのにこんな結末になるなんて。近所の住民によると、父親は地域の集まりにも顔を出し、息子の状況については多くを語らなかったそうなのだ。外では穏やかで礼儀正しい人だったと伝えられているのだ。外では普通に振る舞っていたのね。家の中で抱えていたものは外には見せなかったのかしら。母親は買い物や病院への付き添いなど、息子の日常生活のほぼ全てを管理していたと報じられているのだ。息子にとって母親は生活の基盤そのものだったのだ。つまり母親がいなくなれば息子は何もできない状態だったということよね。そしてその関係性が事件の引き金になっていくのだ。では犯行に至った経緯を詳しく見ていくのだ。長年の引きこもり生活の中で何かが起きたのよね。事件当時、息子はすでに長年にわたって自室に閉じこもる生活を続けており、両親との関係は日に日に緊張を増していたと伝えられているのだ。生活費や将来をめぐって口論が絶えなかったと報じられているのだ。どのくらいの期間引きこもっていたのかしら。1990年代初めから引きこもり始め、事件が起きた2004年までに10年以上が経過していたのだ。その間、両親は息子を養い続けてきたのだが、父親が高齢になり、家庭の経済状況も苦しくなっていったのだと報じられているのだ。10年以上、両親もさぞ疲弊していたでしょうね。事件の数日前、父親が息子に対して、このままでは生活できない、働きに出るか施設に入るかを考えてほしいという趣旨の話をしたと伝えられているのだ。
この言葉が息子の中で何かを決定的に変えてしまったとされているのだ。自立を求められたことが引き金になったということなの？息子にとって両親の庇護を失うことは存在そのものの崩壊を意味していた可能性があるのだ。その恐怖と怒りが取り返しのつかない行動へと向かわせたのだと考えられているのだ。守られることが当たり前になっていて、それを失う恐怖に耐えられなかったのかしら。この後事態は急転するのだ。事件が起きたのは父親から将来についての話をされた後、間もない午後のことだったのだ。自宅の薄暗い廊下に面した居間で父親が座っていたのだ。息子は自室から出てきて無言のまま父親のもとへ近づいていったのだ。父親が顔を上げた瞬間、息子は手にしていた鈍器を振り上げたのだ。鈍い衝撃音が室内に響いた。父親は声を上げる間もなくその場に崩れ落ちたのだ。息子はそのまま動きを止めることなく、さらに複数回攻撃を加え続けたのだと伝えられているのだ。台所にいた母親が異変を察して駆けつけた。何をするのという声が上がったが、息子はすでに母親の方へ向き直っていたのだ。母親は逃げようとしたが狭い廊下で行き場を失ったのだ。息子は母親に対しても暴行を加え、母親もその場で倒れたのだと報じられているのだ。家の中はしんと静まり返った。外から見れば何事もなかったかのような静けさだったのだ。息子はそのまま自室へと戻り扉を閉めたのだと伝えられているのだ。その夜救急車も呼ばれることはなかったのだ。父親も母親も誰にも見取られることなく命を落としたのだと伝えられているのだ。言葉もないわ。助けを呼べば助かったかもしれないのに。そしてここから証拠隠滅の行動が始まるのだ。息子は両親が死亡したことを確認した後も通報することなく自宅に泊まり続けたのだ。どれくらいの間とどまっていたの？数日間にわたって遺体と同じ空間で生活を続けていたのだと伝えられているのだ。その間に遺体の状態に手を加えたり室内のものを移動させたりした形跡があったと報じられているのだ。遺体を前に証拠を隠そうとしていたということよね。許せないわ。発覚のきっかけについて改めて整理するのだ。事件から数日後、異変に気づいた近隣住民が警察に通報したのだ。しばらく姿を見ていない、郵便物が溜まっているといった不審な点が重なったのだと伝えられているのだ。日常の小さな違和感が発覚につながったのね。警察が家に踏み込むと両親の遺体と室内にとどまっていた息子が発見されたのだ。遺体はすでに死後数日が経過した状態だったと報じられているのだ。数日間誰も気づかなかった。それだけ孤立した家庭だったということよね。息子は殺人の容疑で逮捕されたのだ。しかしここからこの事件は予想外の展開をたどることになるのだ。予想外の展開ってどういうこと？一審の裁判所は息子に対して無罪の判決を下したのだ。精神状態に関する鑑定結果が判断に影響したと報じられているのだ。無罪なの？両親を殺しておいて。裁判では長年の引きこもりによる精神的な問題が争点の一つとなり、犯行時の責任能力が問われたのだと伝えられているのだ。一審はその能力を認めなかった。つまり責任を問えないと判断したのだ。責任能力がないと判断されたということよね。でもそれで納得できる人がどれだけいるかしら。しかし検察側が控訴し、控訴審では一審の判断が覆されたのだ。息子には犯行時に一定の責任能力があったと認められ、有罪判決が確定したのだと報じられているのだ。一審で無罪、控訴審で有罪、それだけ判断が難しい事件だったということよね。この裁判の経緯は引きこもりをめぐる家族の孤立と社会的支援の欠如という問題を司法の場に突きつけた出来事だったのだと思うのだ。ここからは僕とメタンの見解を話したいのだ。事実だけじゃわからない部分について私たちなりに考えてみるわよ。まず最初に考えたいのはこの事件で証拠隠滅が行われていたという点なのだ。息子は両親を殺害した後すぐには通報せず現場に長時間とどまっていたのだ。その時間に何をしていたのかしら。ただ放心していたということかしら。報道によると遺体の状況に手が加えられた形跡があったとされているのだ。引きこもり状態の息子が冷静に証拠を操作しようとしていたとすれば、それは計画性の存在を示す可能性があるのだ。計画性があったなら衝動的な犯行というよりももっと前から何かを考えていたということよね。僕はそこが重要だと思うのだ。証拠隠滅という行動は混乱した人間がとっさに取れるものではないのだ。少なくとも自分の行為の意味をある程度理解していた可能性が高いのだ。控訴審が責任能力を認めた根拠の一つもそこにあったのかもしれないわね。そしてその証拠隠滅の行動そのものが息子の内面の複雑さを示していると僕は思うのだ。完全に壊れた人間は証拠を隠そうとしない。つまり息子には現実認識が残っていたのだと推論できるのだ。でもそれなら最初からそんな行動を起こさなければよかったはずよね。
現実が見えていたならなぜ殺害という選択をしたのかしら。そこで僕が注目したいのは、息子の内面崩壊がどこから始まったかという問題なのだ。長年の引きこもりというのはある日突然始まるものではないのだ。少しずつ外の世界との接点が失われていったということよね。最初は学校や職場でのつまずきがあって、外に出ることへの恐怖が積み重なっていったのだと思うのだ。そしてその失敗と恐怖を両親が全て吸収し続けた結果、家の中にしか居場所がなくなっていったのだと思うのだ。両親がいたから外に出なくて済んだということかしら。それが長期化すればするほど息子にとって外の世界はより遠くなっていったわけよね。僕が考えるのは、息子にとって両親は保護者であると同時に自分の無力さを映す鏡でもあったという点なのだ。世話をされるたびに社会に出られない自分を突きつけられる関係でもあったのだと思うのだ。それは確かに辛いわね。感謝と憎しみが同時に存在する関係というわけかしら。そしてその感情の矛盾は何年もかけて蓄積されていったのだと思うのだ。感謝しながら憎みながら離れられない、この共依存的な関係が崩壊の核心にあったと僕は見ているのだ。共依存というのは支える側も依存しているということよね。両親も息子の存在に依存していた部分があったのかしら。その可能性は十分あるのだ。息子の世話をすることが両親の生活の中心になっていた場合、息子が変わることは両親の生活の崩壊も意味するのだ。だから変化を求めるより現状維持を選んでしまう構造が生まれやすいのだと思うのだ。誰も変わろうとしない、変われない関係が何年も続いていたとしたら、それは閉じた世界よね。メタンの言う通りなのだ。密室のような家族関係の中で息子は外から助けを求める手段を持っていなかったと僕は思うのだ。でもなぜ逃げるという選択肢が見えなかったのかしら。家を出て別の場所で生活するという道はなかったのかしら。そこが引きこもりの真理の核心なのだと思うのだ。外の世界が怖くて家にとどまっているのに、その家が苦しい場所になってしまった時、逃げ場は消えてしまうのだ。外にも出られない、家にもいられない、本当に追い詰められた状態ね。しかも長年の引きこもりによって社会的なスキルや人間関係のネットワークは失われていたのだと思うのだ。逃げるためには行き先が必要だが、その行き先を作る力自体が失われていたのだと推論できるのだ。相談できる友人も頼れる機関も知らない状態で、ただかの中で圧力が高まっていったということかしら。僕はそう考えているのだ。そして注目したいのは、その圧力がどのような形で爆発したかなのだ。報道では息子が両親から将来についての話をされていたとも伝えられているのだ。将来についての話というのは何かしら。自立を促すような言葉だったということかしら。詳細は明らかにされていないが、長年世話をしてきた両親が高齢化し、自分たちが面倒を見られなくなることへの不安を息子に伝えようとした可能性は十分あるのだと思うのだ。それは息子にとって唯一の安全地帯が崩れるという恐怖に聞こえたかもしれないわね。そうなのだ。僕が考えるに、犯行の直接的な引き金はこれ以上ここにいられなくなるという恐怖だったのだと思うのだ。両親を失うことへの悲しみではなく、自分の居場所が消えることへのパニックだったのだと思うのだ。それは本当に悲しい話ね。愛情ではなく恐怖が爆発したということかしら。表層の動機は怒りや憎しみに見えても、その裏には深刻な見捨てられ恐怖があったと僕は推論するのだ。引きこもりの人間が最も恐れるのは唯一の安全基地を失うことだからなのだ。そう考えると動機の表層にある怒りの言葉だけで事件を語るのは不十分よね。僕はやっぱりこの事件の核心は、逃げ場のない人間が最後の砦を失う恐怖に追い詰められたという点にあると思うのだ。証拠を隠滅できるほどの認知力を持ちながら社会に助けを求める力は完全に失われていたという悲劇的な矛盾なのだ。私も同じ見方をしてるわ。ただその矛盾を生み出した社会の側の問題も同じくらい重く考えなければいけないわよね。次に考えたいのは、周囲はなぜこの事件を防げなかったかという不可説なのだ。息子が長年引きこもっていたという事実は周囲に一切知られていなかったわけではないはずなのだ。それはそうよね。何年も外に出ない人間が家にいれば近隣の人も気づくはずじゃないかしら。まず行政の介入ポイントから考えると、引きこもりが始まった初期段階で保健センターや福祉事務所が家庭訪問をしていれば状況は変わった可能性があるのだ。当時の日本では引きこもりを家庭の問題として外部が踏み込まない文化が強く残っていたのだ。2004年当時は引きこもりへの公的支援はほとんど整備されていなかった時代よね。相談窓口さえ存在しないケースが多かったわよ。そうなのだ。厚生労働省が引きこもりの実態調査に本格的に乗り出したのは2010年代に入ってからで、2004年時点では支援の枠組み自体が社会に根付いていなかったのだ。親がこう抱え込んで終わる構造が当たり前だったのだ。親が一人で抱え込んで限界まで追い詰められてしまうというパターンが繰り返されてきたのね。次に近隣の視点から考えると、長年の引きこもりという異常事態が、あの家は静かな家族
として黙認されてきた可能性があるのだ。日本の住宅地では他の家庭の内情に立ち入らないことが暗黙のマナーとされているのだ。でも何年も外に出ない成人男性がいれば誰かが気づいてもよかったはずじゃないの？気づいていても通報や相談に踏み切る人間はほとんどいないのだ。当時は引きこもりを通報する先もなければ通報することで何が変わるかもわからない状況だったのだ。気づきと介入の間には巨大な溝があったのだ。その溝が結局最悪の結末を招いてしまったということよね。もし学校が早期に息子の孤立傾向を把握し卒業後も追跡支援をする仕組みがあれば引きこもりがここまで深刻化する前に手が打てたはずなのだ。学校と地域と行政が連携して卒業後の見守りをする制度は今もほとんど存在しないのだ。学校は卒業したら終わりという縦割りの構造が長期引きこもりを見えない存在にしてしまうのね。僕が最も問題だと思うのは証拠隠滅という行動が示す事実なのだ。息子は犯行後に現場を操作できるほどの認知機能と計画性を持っていたのだ。これは助けを求められなかったのではなく助けを求めることを思いつかなかった状態に陥っていたということなのだ。社会との接点が完全に断たれた人間は助けを求めるという選択肢自体を失ってしまうということかしら。そうなのだ。引きこもり状態が長期化すると相談機関に電話する役所に出向くといった行動のハードルが常人には想像できないほど高くなるのだ。その一方で証拠隠滅という衝動的な自己防衛本能だけが残るという歪んだ状態が生まれるのだ。助けを求める力を奪われたまま追い詰められた末の犯行ということね。その構造を社会が作り出してしまったとも言えるわ。ここで社会構造の問題に踏み込みたいのだ。日本には長らく家族内の問題を外部にさらすことへの強い羞恥心と抵抗感が存在してきたのだ。これが DV や虐待や介護疲れを密室に閉じ込める最大の要因になっているのだ。家のことは家で解決するという意識が何十年もの間どれほど多くの命を奪ってきたか考えると怒りを感じるわよ。現在でも引きこもり家族を支援する民間団体は存在するが行政との連携が薄くアウトリーチ型の支援つまり支援者が家庭に出向いていく仕組みは極めて限定的なのだ。この事件が起きた2004年当時はさらに手薄だったのだ。困っている人が窓口に来るのを待つだけの体制では引きこもりの人間には届かないわよね。そうなのだ。支援の入り口が本人または家族が自ら来所することを前提としている限り最も深刻なケースは永遠に支援の網から漏れ続けるのだ。この構造的な欠陥がこの事件にも直結していると思うのだ。支援が必要な人ほど支援にたどり着けないという逆説が未だに解消されていないのよね。介護や育児の現場では近年ヤングケアラーや DV 被害者へのアウトリーチが少しずつ進んでいるのだ。しかし引きこもり家庭への訪問型支援は依然として整備が遅れておりこの事件から20年が経った今も状況は根本的に変わっていないのだ。20年経っても同じ構造が残っているということはこの事件の教訓が生かされていない証拠よね。また一審で無罪判決が出たという事実も社会構造の問題を示しているのだ。法廷で最長期引きこもりという状況をどう評価すべきか基準が定まっておらず司法が迷走したのだ。一審が無罪というのは裁判所も引きこもりと犯行能力の関係を整理できていなかったということかしら。その通りなのだ。責任能力の判断において引きこもりによる社会的孤立が精神状態にどう影響するかという評価軸が当時の司法には十分に存在しなかったのだ。控訴審で有罪が確定したとはいえこの迷走自体が社会の理解の未熟さを映し出しているのだ。法律も医療も支援制度も引きこもりという現象に追いついていなかったので社会全体が無防備だったということかしら。僕はやっぱりこの事件の最大の問題は個人の残酷さではなく追い詰められた人間を誰も救えなかった社会の無作為にあると思うのだ。介入できたポイントは複数あったのに行政も近隣も学校も全てが傍観者になってしまったのだ。私も同じ見方をしているわ。ただその無作為を地雷のせいで終わらせず今の社会に何ができるかを問い続けることがこの事件と向き合う意味だと思うわ。というわけで今回は2004年に茨城県で起きた引きこもりの息子による両親殺害事件そして一審無罪から控訴審有罪確定という衝撃的な司法の迷走を解説したのだ。どうだったメタン？事件そのものの悲惨さもさることながら何年も SOS を出せないまま追い詰められていった背景とそれを見過ごし続けた周囲の無作為が胸に刺さったわ。仮説推論でズンダモンが言った介入できたポイントは複数あったという言葉が特に響いたのよ。社会の構造的な失敗だったということね。殺害されたお父さんとお母さんはどれほど苦しい日々を送りながらも息子を家の中で支え続けようとしていたのだと思うのだ。その命が奪われたことの重さはどんな事情があっても変わらないのだ。どうか安らかに眠ってほしいわ。ここまで見てくれてありがとうなのだ。チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいわ。概要欄に再生リストも貼ってあるからぜひ見てほしいのだ。コメント欄ではこの事件についてみんなの意見を聞かせてね。また明日なのだ。